皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回はブループロトコル改めスターレゾナンスのベータテストに参加してきました。果たして MMO としてちゃんと成り立っているのか、どんなゲームに進化したのか、実際にプレイして感じたレビューをお届けします。さらに今 MMO に求められているものは何かという興味深い記事も見つけたので、それも踏まえてスタレゾの可能性について掘り下げていきます。そして今回ベータテストに参加できたのはスターレゾナンスデータベースチームの皆さんのおかげです。ご尽力本当にありがとうございました。特にエントリー方法を丁寧に教えてくれたニコさん、カイズットさんにも心から感謝します。見ず知らずの日本人が突然コンタクトして驚かれたかと思いますが、本当にありがとうございました。ちなみにスタレゾのディスコードには日本語チャンネルもあります。興味がある方はぜひ覗いてみてください。ということでチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。レビューの前に先に一つご注意を。僕はブルプロを深くプレイしていないので直接的な比較はできません。でもその分偏りなくアニメ調の新作 MMO としてどうかという視点でお届けできると思います。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それではまず結論から。一言で言うと気楽に楽しめる MMO。 現段階で荒削りなところはあるんですけど MMO としてしっかり遊べる作品だなと感じました。戦闘はカジュアル寄りでロールの役割はあるもののそこまでガチガチに考えなくてもダンジョンは普通に攻略できる作りになってます。移動はとても快適で空を飛べるのもあって探索中のストレスもあまりないです。育成面もなかなか充実していてキャラやスキル装備の強化だけじゃなく生活系スキルの育成なんかもやり込み要素としてちゃんと機能しています。さらにエンドコンテンツもいろいろ用意されていてサブクエストや衣装収集、高難易度のレア武器集め、最大20人で挑むボス討伐なんかもあってしっかり遊べる構造は整っているなと。キャラクリエイトもなかなか良い仕上がりで初期状態で複数のテンプレートが用意されていたり、さらに各パーツごと顔や髪型、体格まで細かく調整可能です。スライダーで微調整したり自分の理想のアバターを作り込めるのでガチ勢もライト勢もどちらも満足できる作りになっています。この辺はブルプロとほぼ同様ですね。表情や動きが生きるゲームデザインと相性が良くて街や SNS 要素との親和性も高い印象でした。で実際にいろんな要素を触ってみたんですけど戦闘に関しては割と気楽な感じです。パーティー構成やロールを意識してがっつり戦略を練るってよりかは自分の好きなスタイルでゴリ押し気味に進めることも多くてカジュアル層に向けた設計だなって印象でした。とはいえスキル構成や召喚スキル、戦闘元素を組み合わせるといったことでちゃんと自分らしいビルドが作れる余地もあるのでやりたい人はちゃんとやれる、そのあたりの自由度はなかなか良いバランスです。移動に関しては文句なしで快適ですね。徒歩やマウントはもちろんランクが上がると多段ジャンプや空中滑空、さらには幻影突撃までできるようになるので動かしていて純粋に楽しいんです。街の中はスタミナ消費がないので自由に飛び回れるのもかなり好印象。移動でストレスを感じさせないって MMO においてかなり大事な要素だと思います。育成周りもかなり幅があって職業ごとのスキルツリーが現時点で2段階構成になっていたり流派による分岐があったりしてどのタイミングでどの能力を伸ばすか計画的に進める楽しさがありました。振り直しもできるので気分や環境に応じてスタイルを変えられるのはありがたいですね。また期間限定の強化要素として勲章強化っていうのがあって基本ステータスの底上げが可能なんですが何よりも装備している勲章のカラーがレベルに応じて変化する。これが意外と自己顕示欲を強く出す要素になっていて街中でこの人やり込んでるなって一目でわかるんですよね。その見た目に到達するまでの積み重ねが他のプレイヤーにも伝わるのである意味で名刺代わりにもなり得ますね。正直こういうやり込んだことがちゃんと可視化される設計って意外とモチベーションにつながるんですよね。ただ賛否ありそうなんですよね。なのであえて勲章を表示させないっていう機能も実装されているので気になる方は非表示でも良いのかなと思います。また生活系コンテンツもあって強化素材の入手に採取や制作が直結していたり
装備の一部は生活系コンテンツが影響していたりするので、戦闘だけじゃなく生活系レベルもちゃんと育てておく必要があります。これは意外と見落としがちなんですけど、後で結構効いてくる部分でした。装備の強化もやりごたえがあります。いわゆる最短、精霊、宝石付与といった王道のシステムが揃っていて、最短では完成度やランダムオプションの厳選なんかもあって MMO らしい泥沼強化が楽しめます。素材を集めるために生活コンテンツを進めたり、サブクエや探索要素が必要になったりと、育成とコンテンツのサイクルが分かってくると楽しさの幅が広がります。そして戦闘幻想と呼ばれる召喚要素のカスタマイズも良くて、2つのスキルをセットして自分のビルドに合わせた使い方ができるのも楽しいポイント。範囲攻撃系とか継続ダメージとか自分の職業やプレイスタイルに合わせて組み合わせると戦闘の幅がぐっと広がります。あと課金要素についても触れておくと、スタレゾは基本的に効率と見た目に関する課金が中心となっています。優勝石を使って育成アイテムを変えたり、衣装やマウントはガチャで入手する仕組みになっています。幻想銃のガチャやマウントの交換もありますが、無課金ではやや入手機会が限られている印象です。とはいえ現時点では PVP もなくプレイトゥーウィンという感じはないので、あくまでも快適性や見た目の差別化が主な課金要素になっています。またデイリーやウィークリー任務で進行するシーズンパスも用意されていて、有料パスを買えば育成素材の限定コスメなんかも手に入ります。長く遊ぶ人にはコスパの高い課金要素になっております。ソーシャルゲームラボでね、ある程度遊び込んでみて、なぜ気楽に楽しめる MMO だと思ったのか改めて考えてみると、やっぱり根っこの部分がちゃんとしてるんですよね。戦闘、育成、探索、生活、装備、コンテンツ、どれも最低限ではなく、プレイヤーが選んで遊べる余地があるし、何よりプレイフィールが軽い。移動や操作の快適さはもちろん、ゲームサイクルの完成度、これがあるとないとでは全体の体験に大きな差が出る。さらにライト層もやり込み層も楽しめる作りになっていて、どっちかに偏っていないのも好印象でした。そしてこれから PVP や新コンテンツも控えているという意味で、拡張性への期待感もちゃんと持てる。不満がゼロなわけじゃないけど、それ以上に遊んでいてもっとやってみたいと思わせてくれる作りがあった。そういう意味で MMO としての魅力がしっかりあったなと感じています。ただだからこそ惜しいなって感じた部分もあって、スタレゾをプレイしていて一番不憫に思ったのが、人がいてもコンテンツが動かないっていう状況。いざエンドコンテンツに参加しようとしても募集は立ってるのに誰も反応しないとか、チャットで雑談だけしていて出発しないとか、そういうシーンが結構あったんですよね。これ MMO あるあるなんですけど、コンテンツが旬を過ぎると一気に人が集まらなくなって結局参加できないみたいな、こういう時にやっぱりソロでもある程度遊べる設計が求められてくると思います。今の MMORPG ってソロでも遊べる MMO が当たり前になりつつあるんですよね。FF14 もそうだし、黒い砂漠でもそうだったし、みんなで遊べるのが前提なんだけど、誰とも組まなくても最低限のコンテンツは楽しめるっていう作りが求められている。スタレゾにおいても一部のコンテンツはソロでもいけるんですけど、武器や衣装の素材収集系のコンテンツはソロでいけないという仕様。ゲームデベロッパーズチョイスの講演でも言われてたんですけど、 MMO においてソロ状態って実はデフォルトで、ログインしてからパーティー組んだり誰かと話すまではみんな基本一人だからこそ、そこに合わせた設計が必要とのこと。スタレゾはその入り口まではしっかり作れていると思います。快適な操作性、自由な育成、カジュアルな戦闘でも人がいない時間帯でも遊べる、募集が成立しなくても進められるみたいな、もう一押しがあればさらに評価が上がるのかなといった印象。もちろんソロに振り切りすぎると今度は MMO らしさが薄れてしまうんですけど、誰かと遊ぶ楽しさと一人でも遊べる安心感のバランスが取れたゲームこそが今の時代に求められる MMO なんじゃないかと個人的に考えます。学生や社会人、さらに結婚されている方やお子さんのいらっしゃる方など様々な方がいて、ログインする時間帯も異なってくるので、多様なプレイ方法が用意されていると良いですよね。スタレゾにはそれを実現できるだけのポテンシャルはあると思っています。今後そういった部分がどういった形でブラッシュアップされるか期待したいところです。
ソーシャルゲームラボ。ということで、ここまでスタレゾのプレイレビューとそこから見えてきた MMO の課題と可能性についてお話ししてきました。遊んでみて思ったのは、まだまだ伸びしろはあるけど MMO としての楽しませ方の軸はしっかり持っているなということ。カジュアルな戦闘や自由な育成、そして快適な移動、この辺りのプレイ体験は素直に良かったです。一方で人が集まらないと遊べないという MMO の弱点もしっかり感じました。やっぱりこれからの時代に求める MMO って一人でも楽しいけど誰かと遊ぶともっと面白いっていう絶妙なバランスが重要なんだと思います。スタレゾがそこにどうアプローチしていくか、今後のアップデート次第ではもっと多くの人に長く愛される作品になるんじゃないかと個人的には期待しています。視聴者人気の中でも MMO に求めるものがあると思うので、ぜひみんなの意見もコメントで教えてくださいませ。この動画が少しでも参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。